第2回のオフ会を企画してます。7月ぐらいにですね、学生向けのバーベキューとか、社会人向けのサウナ会とかいろいろ今企画しているので、興味ある人は下記のリンクから登録してぜひ参加してください。人数制限もあるので登録はお早めにしてください。前回マッキンゼーが製薬会社と手を組んで80万人を殺した史上最悪コンサル案件の話をしたんですけれども、今回はちょっとベインの案件ですね。はい。独裁政権とコンサルが手を組んだらどんな悲劇を生むのか。実際その海外オフィスの出身の人も一緒に働いたことあって、あ、マジで？そいつから聞いた話も踏まえて、今日は元ベイン出身の私と元 BCG のトニーでいろいろ解説していきたいと思います。で、舞台は南アフリカで、日本だとやっぱ馴染みない人多いと思うんだけど、そこでジェイコブ・ズーマっていう大統領が2009年に大統領に就任したことが事の発端ですと。ジェイコブ・ズーマって人が割と昔から汚職で知られてる人で、当時の南アフリカの国税庁 SARS がもう全世界レベルで見た時に超優秀だったの。で、汚職しまくってる大統領が優秀な国税庁いると自分が捕まっちゃうみたいになってこいつちょっとどうにかして弱くしたいっつってベインさんというのが事の発端で始まったんだけど、いや、そういうことでさ、普通コンサル会社は呼ぶ？いや、呼ばないので、呼ばないんだけど、これもなんかたまたまタイミング的にいい感じのタイミングだったらしくて、ベインって南アフリカに2997年に1回入ってオフィスヨハネスブルグに作ったんだけど、2002年に撤退してんのね。で、2008年か9年にもう1回入り直して、さあ今度こそ頑張るぞと。で、もうそうなるとパブリックセクターがやっぱ一番南アフリカでかいから、どうにかしてパブリックセクターを取りに行きたいというのがあって、で、その時にヴィットリオ・マッソーネっていうイタリア人がベインの南アフリカの、マネージングパートナー一番トップになったわけ。なんで、ベイン的にはどうにかしてパブリックセクターを取りに行きたいと。で、汚職大統領はどうにかして自分のアジェンダを手助けしてくれてるやつが欲しいと。で、ここが出会っちゃったと。じゃあちょっとまとめるとさ、汚職した大統領がアメリカのコンサル会社のイタリア人のパートナーに自国の国税庁を乗っ取りたいっていう依頼をしたわけ。おっしゃる通りでございます。何何の話これいや、そうなんだよね。これもなんか結構汚職ストーリーも結構スタートから結構なんかいろいろズブズブで、大統領なんかベインって基本的にあんまりパブリックセクターやんないわけよ。そうだよね。なんかサウジとかドバイとか、要は国が本当に強いところでもやっぱあんまりやりませんっつって公に発表して民間狙ってるぐらいだからあんまりやらない。だからなんか大統領、そもそもアクセスとかないわけよ。ベインって普通リレーションシップの中で。だからなんかアンブロ・ブライトっていうテレビプロデューサー、イベント運営をしてるっていう会社になぜか世界最高峰のコンサルティング会社が月100万円を払ってコンサルティングをしてもらうっていう名目で雇ってて、でそれ実態はテレビプロデューサーのアンブロ・ブライトって会社がズマっていう大統領の人ともうずっともなの。ああ、なるほど。じゃあズマへのアクセス権限を得るために賄賂を送ってたような。100万円払って合計4年間だから5000万円ぐらいを賄賂をちょっと払い続けてズマへのアクセスを得たらしいのよ。確かに5000万で大統領のアクセスできるのは安いね。やっぱコンサルだねそもそもなぜジェイコブ・ズーマが、ベインを必要としてたかというと、これは意外と一般的なCEO がコンサル必要する理由と同じで、やっぱお墨付きの機能ってコンサルの機能として大事なんだよね。国税庁っていうところは一大統領が改革、何の言い訳もなしで改革できる存在ではないので、独立性が政治的に保障されているので、だからベインがこう言ってるから改革する理由があります。そこにベインが登場してくる。じゃあ実際ジェイコブ・ズーマとベインは国税庁で何をしたの？まず最初にやっぱったのはトップを取りに行くっていうことで、細かいことやる前にね。でさっき言ったみたいにもうズーマ大統領になって南アフリカの政治的に割とこの人事権を単独ですごい強く持ってたの。だからもう次のSARS国税庁のトップに誰かを指名するのか自分で勝手に決めてて、そいつとベインを合わせてこういう風にするんだよっていうのを事前にも計画練り始めても就任する前から。そうだ、もうコーチング。なんか CEO コーチングセッションとか行って全然なんか何の役職も持ってない人に任命される4ヶ月前から何回も6回の CEO コーチングセッションをこの次の SARS のトップに当てる人にやってたらしくて、だいぶ計画的にもこの準備が進んでる。それ第一章だよね。大統領の国税庁の番犬をなんかグルーミングしてたっていう。そうもうグルーミングから始まってたやつをでじゃあ100日デイズが気になってると思うんですよ、何をしたんだと。国家の乗っ取りのこの肝だよ。これいつも視聴ありがとうございます。おかげさまでもうすぐ登録者5000人になります。これからもみんなの期待を超えていける動画を出していきたいので、いいね登録ハイポお願いします。
これしたら国家乗っ取りますのプレイブックなんで皆さんメモっといてください。国税庁だからとにかく強かった。で、いろんな分野でこうちゃんとそれぞれの組織を持っていて、で一番税収が高かったのはラージビジネスセンター、税収の 35% を担当してて、大きい企業からしっかりお金取りましょうと、脱税を許しませんぜと。で金額も大きいしちゃんとこう人張ってたわけよ。でまずこれを解体しました。もう全員バラバラ、もうそういうラージビジネスとか見ませんみたいななって、35% どっかに消え失せたと。なぜこの SARS 国税庁南アフリカ良かったかっていうと、ちゃんとその取り締まりちゃんとやってたの、で南アフリカの当時の問題ですごい大きかったのが違法タバコっつって、ブラックマーケットでその税を納めないタバコがいっぱい売られてたので、それがちゃんとした組織として取り締まりもするし、実際罪を問うとか税を回収するっていうのがすごいちゃんとやってたんだけど、そちらも解体しました。なんか話聞いてると一番なんかハイレバレッジなところからだんだんとその順番をちゃんと決めて解体していくっていうのがなんかコーポレートリストラクチャーに結構似てるような感じでちょっとゾクッとしたこれは、まさにその名目でやってるからね、なんか最初に出した計画があるらしいの。 SARS2.0 っつって、でマッソーネが最初にベインのマネージングディレクターが一番最初に出した文言がSARS needs a profound strategy refresh to become a revolutionary revenue and customers agency って言ってたらしいんだけど、もうこの時点でなんかもう世界なんかナンバーワンに近いやつなわけよ、いらんのよ。だけどどうもなんか実際に入った時もシニアレベルにほぼコンタクトせずに、なんかそれっぽいエキスパート内部インタビューを1人15分ずつなんか最初の1週間でなんか60人ぐらいペペペペペってやって、適当なレポート書いて、はい必要ですって言ってこの改定始めたらしいの。で形だけちゃんとしてる。そうでなんか追加でそのシニア層もお前たち使えねえなって言って200人を追放していって、本当に仕事ができてた一流の人たちが続々とキャリアをこう追放されていった。ナラティブ作ろうとしたらいくらでも作れるからね。このナラティブ一応ね我々ベインだけが悪かったんじゃないですよってことも一応言っとこうかなと思いまして結構他の後でもちょっと出てくるかもしれないけど、他のやっぱコンサル会社とかもこの当時この南アフリカの解体には割と一口噛んでて、で SARS をが中の人に対抗してくるわけよ。勝手に潰させないぞ、こんだけいいの作ったんだからって言って、対抗していろいろこのズマ大統領の方にちゃんと怪しいことないかみたいなことをやろうとして調査したらしいのよ。そしたらKPMG が出した報告書が世に出て、それによると SARS Rogue Unit って言って、要は SARS はなんか結構諜報機的にいろんな調査をしていて、なんかデマなことをやってるみたいな。でやつら本当ダメだみたいなことを KPMG がレポート出して、それによっても世論がSARS ダメじゃんみたいになって解体も進んでたと。悪徳すぎてもうなんかどっからコメントしていけばいいか分かんないな。なんかちゃんといわゆるコンサルフレームワークのちゃんと部門的にまずリストラクチャーリングが必要なのはこいつらだこいつらですと。でこの人たちはちゃんと他に移しますよ。で移した結果この人たちいらなそうですねと、なんかちょっとスリム化しましょうねっていうデックを作って解体していった。でもこんだけいろいろやって具体的にどういう被害があったかっていうと、一番怖いのがこの被害が国税庁が要はトラッキングできないぐらい弱体化したから、本当にいくら被害になったのか分かんないのよ。っていうのが結構闇で、見えてる中でいくとタバコ税とかさっき話したやつが要は今税収として回収できないぐらい弱体化しても弱くなってしまったのが、年間で2800億円ぐらいだから、1営業日1億円分ぐらい本来ゲットできる税がなくなっちゃって、これが20年間ぐらいいろいろ起きてたから、それ全部合わせると 1.2 兆円分ぐらい本来教育とか医療とかインフラとかに行くべきお金が流れなくなったと。南アフリカみたいな発展途上国にとってこういうなんかインフラとかね、教育とか、ヘルスケアとか投資が大事なんだけど、それにお金がいかなかったっていうところは非常に、痛いよね、国民として。そういや本当にその苦肉の策として最近BAT って消費税をなんか 0.5% 上げようみたいな話があるらしいんだけど、それでも今失った税収のやっぱ半分ぐらいだからね、間違えました消費税上げます瓶のせいですって言ったら多分だいぶブチギレだよね。てか日本でマッキンゼーのせいで消費税上げますって言ったら多分国外追放されるんじゃないいや実際にそれ起きてるから、実際起きてるからこんだけ被害を起こした、ベインが実際どういう被害があったのか、ちょっと結果というか被害みたいな話でいくと、ベインに下されたやつすごい甘いなっていうのがやっぱ
言われてるけど、だいたいベインが200億円ぐらい総報酬もらってたんだけど、罰金20億円。10分の1だけ返せと。ROI 高いね。ね、180億残ってるからね。でもただベインも罪に問われた人は一人もいなくて、当時ずっとその大統領とずっとモデやってた、ムッソリーニ、ムッソリーニ違う。ムッソリーニ違う。マッソーネも普通に退職金もらってベイン辞めて、クビにもならなかったの？クビにもならないで今イタリアで普通に仕事してるらしいからね。まあ、確かにマッキンゼーのそのオピオイドパートナーも結局今タイで現役のパートナーやってるからね。ベインとしてはオフィシャリー2022年から、南アフリカでの政府権案件の受注10年禁止と。でいうのも判決としては受けて、でその前からも民間企業がさすがにお前のせいでこんなに国悪くなってんだぞと、国壊れてるからどうしてくれんだよって言って民間企業もボイコットが始まってたの。そうだよね。だからもうベインは2000だから俺が入った前後ぐらい18年17年ぐらいからもうほとんど機能してなくて、実際俺も入社したタイミングぐらいで南アフリカオフィスでこの案件に関わってなかったその新卒のやつがもう南アフリカオフィス仕事ないからさって言って、東京トランスファー来てたやつとかいて、難民が来たの？そう難民ベイン内難民が、いろんな各地のオフィスに散らばってって実際俺も結構それと仲良かったんだけど、ラグビーワールドカップとか一緒に見に行って香港に？日本でやってた。日本でそうちょっと南アフリカ戦とか見に行ってすごい楽しかったんだけど、そういうのでもうベインの南アフリカオフィスはもう今去年かな正式撤退もしたらしい。でこんな悪いことやってるばかりのベインなんだけど一個だけいいニュースがあって、この全てのこのすごく良くないニュースの中で、それが何かっていうと、このベインが悪いことしてますっていうのをちゃんと内部告発したのはベインだったのよ。おー、さすが。ベインを一回辞めたんだけど、大統領がズマから次の人に変わって、いやなんかおかしいぞと調査せえと言って呼ばれたのが元ベイニーの倫理のもうプロフェッショナルというか、その専門の人が呼ばれて、でその人がちゃんと調査をして、でなんか600ページか700ページの文章を作ってベインやってましたってちゃんと報告書書いたのがベイニーだったから、そこはなんかいい人がいたっていうシルバーライニング。シルバーライニングはそう。いやでもベインとか、ベインじゃなくても他のコンサル会社もそうだけど、その倫理の話って結構ね、トレーニングでも何回実際仕事の中でも、結構強調される部分でサンシャインテストってあるじゃん、ベインって、あるある。あれはね割と東京オフィスとかでも使われてて、要はサンシャインの日の元に当てて、この今やってることがパブリックになった時にちゃんと胸張って生きてられますかっていうなんかサンシャインテストと呼ばれるものがあって、これはなんか経費申請の時におかしな経費申請してないですかみたいな、これが世に出ても大丈夫ですかみたいなところから、ケースの話とかからこういうケースやってて表に出ても大丈夫ですかみたいないうのがサンシャインテストってものなんだけど、これは少なくとも俺がいた世界観でいくとちゃんと使われてた。コンサルって基本的に秘匿性になるもんだから、世に出ることほとんどないだけど、それを世に出てもおかしくないよねっていう前提で仕事をしましょうっていうのはやっぱベインとしては当時言ってたし、なんか概念としては持ってるけど、少なくともこれでは機能してなさそうですね。なんでなんだろうね。やっぱ南アフリカオフィスを成長させるっていう結構アンビシャスな目標があって、その目標を達成するために手段を問わずに頑張ってたパートナーがいて、で本部からチェックをしていなかったって、独立性が高すぎてそうなったのかな。調査によると、南アフリカオフィスってロンドンオフィスに報告をしてたらしいので、もう2010年ぐらいにだからこのマッソーネがオフィスヘッドになっていろいろこうやり始めてた時にはもうベインの内部からなんかおかしなことやってそうですよっていうのがずっとあったらしいの。そうでも結果は出して、数字的結果はずっと出してたわけで、この人カントリーマネージャーを9年やったらしいよね。で9年っておそらくベインの中でカントリーマネージャー最長なのよ。あ、そっか。多分東京オフィスの最近変わった人とかも、あの人多分ねもう7年とか8年長かったんだけど、それよりさらに長いのよ。だからベインとしてある程度ちょっとなんか情報は来ている、でも結果は出ている、だから引き続き頑張れよって言って、多分見えてた部分もあるけどそこまで手出ししなかったみたいな。制裁の中にもあって、要はロンドンオフィスがこのマッソーネの上司がいたと、要は
統括してたからでいうのを、知ったイギリスがお前はそんな悪いことしてんならうちの国でも禁止だっつってイギリスでもベインのガバメントケース禁止になったらしい。あマジで、でもなんかその後政権交代しちゃったからなんかその亡くなったらしくて6ヶ月ぐらいでで、あとなんかこれはベインの問題なのか分かんないけどアメリカの英語のニュースで見てもほとんどこれ取り上げられてないんだよね。だからそれは多分その遠い知らん国の金額的に見たら小さい市場でのスキャンダルだから多分あんまり取り上げられてない。もちろん日本でもさ現役生でもなんかこの事件知らない人いるらしいじゃん。あそう知らなかったね。何人か聞いてみたけど、そうなんかそのぐらいやっぱちょっとその現役ベイン生でも知らない人がいるってぐらいだからちょっとなんかマイナーなものとして多分そのボストンでも本社でも取り扱われたんじゃないかなとは予想する。じゃあマッキンゼーが間違ったのはアメリカ本国で悪いことをしたウェアトゥプレイは間違えたそうそうそうであと人を殺すなっていうところで人を殺すなと国を壊すなどっちが悪いかちょっと分かんないけどね